こんばんは、新パイロットきよきよです。今回はマイクロソフトフライトシミュレーター2020-2024で楽しめる最新のヘリコプターアドオンミルテックシミュレーションズ MH60 をご紹介していきます。シーホーク、J ホークといった〇〇ホークという愛称で知られるかっこいい機体ですね。値段は5700円と少しお高めですが、その分どんなすごい機能が詰まっているのか一緒に見ていきましょう。まずは外観から見ていきましょう。このアドオンはブラックバードシミュレーションズさんとのコラボレーションということで、 3D モデルは超リアルで実際の機体を詳しく調べて作られたこだわりの機体になっています。テクスチャーもものすごく綺麗で、ドアや窓もちゃんと開けられます。マイクロソフトフライトシミュレーター2024のウォークアラウンド機能を使えばじっくり見て回れるので、まるで本物のヘリを前にしているかのような気分になれます。この MH60 はシエラ、タンゴ、ロメオの3つのタイプが選べます。空中消火や対潜水艦船、捜索救助などいろいろな任務に対応できる優れものです。カラーリングも39種類と豊富に用意されていて、今回は海上自衛隊カラーを選んでみました。後ろに日本語で自衛隊って書いてあるのがなんだか嬉しいポイントです。この MH60、ただ飛ぶだけじゃないんです。なんと外部吊り下げ機能がついているんです。消火用の水入りバンビバケットや国旗などを吊り下げて運ぶことができ、荷物の重さで機体の動きが変わるというすごいこだわりよう。実際に散水することもできます。これはテンションが上がりますよね。またこの機体には武器システムや潜水艦を探すためのソノブイもついています。ミルテックさんなどの外部販売サイトで購入すると、実際にミサイルを発射できる機能も使えるようになります。でもヘリの操作って難しそうと思う方もいるかもしれませんが、安心してください。この MH60 にはオートパイロットと安定性増大装置という機能が入っているので、なんと Xbox のコントローラーでもものすごく安定して飛ぶことができます。初めてヘリを操作する方でも安心して楽しめるようになっていますよ。またオートパイロットによるコントロールとホバリングシステムによって空中に静止することができたり、自分でコントロールするのが難しい場合はクルーに操縦を任せてホバリングさせることも可能です。さあいよいよコックピットへ向かいましょう。まずは機体のカバーを外します。2024ではカバーを外せるデフォルトのコマンドが用意されていますが、この機体は一部カバーが外れないようになっているので、ウォークアラウンド機能で全てのカバーを外すようにします。こちらがコックピットです。正面には4枚のディスプレイがずらりと並んでいて、電源を入れると飛行に必要な情報が表示されます。機体の装備はパネルのボタン、キーセットをポチポチ押すだけで簡単に変えられます。例えば、ウェポンズを押すと武装を選択することができます。ヘルファイアミサイルや魚雷、その部位やフレアなどを自由に追加することができます。2020の場合はコンフィグを押すとカバーを外すコマンドがこの辺りに出てきます。キャビンで変更できる項目はコックピット後ろにあるレイアウトです。現在は ASW という対潜水艦用のレイアウトになっていますが、例えば一番下を押すと
こんな感じに広い空間を持たせることができます。今回は潜水艦の装備のままにしておきます。このタイプの場合は潜水艦を探す兵士も追加されるので、よりミッション感が楽しめます。それでは一通り機体を紹介したところで、実際にエンジンを始動してみたいと思います。まずはオーバーヘッドパネルを確認してバッテリーをオンにします。火災警報が作動するかチェックします。ディスプレイに電源を入れます。APU ブーストポンプをオンにします。エアソースを APU にします。APU スイッチをオンにします。APU コントロールをオンにします。APU が始動すると、この部分がグリーンに点灯します。APU の音なんですが、とてもいい音です。このアドオンの音は、サウンド関係で有名なエコー19オーディオプロダクションが実際の機体の音を録音し制作したものとなっているので、かなりリアルな音となっています。フューエルブーストポンプをオンにします。CMPTR をオンにします。PGI をオンにします。ブレードフォールドマスターをオンにします。その右にあるブレードフォールドをスプレッドにします。ユーティリティの油圧ポンプをオンにします。現在の気圧を調節します。ディスプレイに表示されているものについてはバロを押してノブを回すことで変更することができます。エンジンを始動する前に武器を用意しておきます。ウェポンズを押して欲しい装備を選択します。ナブライトをノームにしてエンジンイグニッションスイッチをノームにします。フューエルセレクターを前に倒します。 PCL を前に倒して白いスイッチを長押しします。これでエンジンが始動します。エンジンの始動状況はこの部分で確認することができるので、安定するまでしばらく待ちます。反対側の PCL もアイドルに倒して白いスイッチを長押しします。安定性増大装置をオンにします。オートコントロールをオンにします。エンジンジェネレーター1、2をオンにします。エアソースをエンジンに変更します。APU ブーストポンプをオフ。APU コントロールズをオフにします。そして APU をオフにします。PCL をフライにします。ピトーヒートをオンにします。凍結の危険があるコンディションを飛ぶ場合はアンチアイススイッチをオンにしてください。ローターの回転が安定するまで待ちます。具体的には NR の部分にあるゲージがグリーンになるまで待ってください。もし AFCS のエラーが出ている場合はオートパイロットを何回か押すことで消すことができます。ユーティリティの油圧をオフにします。地上でタクシングができるようにテールホイールをアンロックにします。あとはパーキングブレーキをリリースするだけで機体が動かせるようになります。エンジンの音もかなりいい音ですね。機体正面にある FLIR についてはキーコンフィグを変更することでこんな感じに動かすことができます。映像についてはコックピット内でも確認することができます。上下方向のみが連動して動くようになっていて、横方向は特に変化はありません。画面の表示についてはフライトプランや診断ページ、エンジンのページなど豊富な内容が用意されています。左側の画面についてもナブを押せば ILS などの周波数が使えるようになったり、
VOR などを表示することもできます。今回は重量物を吊り下げる操作を行います。この場合はモードを HSI からホバーに変更しておきます。キーセットからロードを選択して吊り下げたい荷物を選択します。Inbound for right seat peak. Roger, right seat peak. 吊り下げのオプションについては右上にあります。今回はピックアップライトを選択したので右側に荷物が準備されました。その下のタイマーについては吊り下げるときに何秒間ホバリングしてればいいかを設定することができます。では一旦この場で離陸してホバリングします。 Arm hook. 地上との高度についてはこの部分で確認してください。 Arm hook. カーゴフックをアームにします。 Hook armed. Right. 吊り下げる目標物がバッテンマークで表示されています。まずはそこに向かいます。 Right. 音声でアナウンスしてくれるのでそれに従ってください。高度は40フィートまでに抑えます。 Forward. Steady. 目標に近づいたらホバリングします。 Load hooked up. Clear to go. このアナウンスが聞こえたら吊り下げ完了です。今回は水が入るバンビバケットを選択したのでこのまま海へ向かいます。この機体は実際のパイロットさんの意見をもとに作られたそうで、アンチトルクペダルをあまり操作しなくても驚くほど簡単に飛び立つことができます。一度空に上がれば安定性はかなり高く、思い通りに飛ぶことができます。オートパイロットには自動で目標高度に降下しホバリングする機能もあるので、ヘリの操縦が苦手な方でも安心です。水を汲むために降下します。オートパイロットを押してからアプローチを押します。そうすると指定した高度まで機体が自動的に降下してくれます。目標の高度に近づくとオートパイロットがホバーモードに切り替わり、その場でホバリングしてくれます。このまま高度を下げれば水を汲むことができます。降下するために紫色のノブを回して目標高度を下げます。水を汲み終わったのでノブを右側に回して上昇します。これで水が汲めました。あとは画面に映っている特定のキーを押すことでこんな感じに散水することができます。吊り下げた荷物についてはゆっくりと地上に降下することで自動的に回収してくれます。最後は武器の使い方です。もう一度言いますが、武器を使いたい方は外部販売サイトで機体を購入してください。まずは潜水艦などを探したいのでその部位を投下したいと思います。武装のアームスイッチを押して一番右側にあるスイッチを押すとその部位が投下されます。投下されると黄色い部位が表示されます。どうやら敵が見つかったようです。魚雷を投下するために低空を飛びます。キーセットでアタックを選択します。そして魚雷を選択します。マスターアームが赤くなっていることを確認し、画面に表示されている発射スイッチを押します。これで魚雷が投下されます。ヘルファイアミサイルを発射したい場合はミサイルを選択します。武装のアームスイッチが赤くなっていることを確認したら、同じように武装の発射スイッチを押してミサイルを発射します。フレアについては画面に映っているキーを押してください。捜索救助、医療搬送、後方支援など幅広い任務をこなせるミリテックシミュレーションズ MH60。 リアルなフライトを楽しみたい方、ヘリの操縦に挑戦してみたい方はおすすめできるアドオンです。気になった方はぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。